真がそぐら楽しいです。めちゃくちゃ今日寒いんですよ。あの日です、その日です、あの日です、思い出していきなり寒くなって雨が止まないあの日にね、今日ちょっとスペシャルなゲスト2人にねちょっと走ってもらうんですけど、もちろん私もしましたよ。いや、ちょっと雨さすがにねって、体も体調もあるしって言ったんですけども、これぐらいの雨だったらって返信来たので、今日ちょっとやってきてもらいました。上田姉妹お願いします。上田彩香ちゃん、上田まりなちゃんです。まりなちょっと2人さ、こうインスタとかこう見るとですね、キャミ釣りキャミって何？キャミはですね、上田の、上を神音読みにして、なまってキャミになるわけですね。キャミスリーの2人なんですけども、YouTube もねやっていて、ちょっと YouTube も姉妹で上田姉妹の山遊びということで、特に彩香ちゃんは今レース結構ガンガン出られてて、まりなちゃんはこう遊ぶ感じでね、ちゃんと今やってるんですけど、数年後どうなるか分かりませんけども、2人ポテンシャルすごいありますね。彩香ちゃんの結果もこんな感じで、も大会でね優勝したりとかねしてるんだけど、実はね100m 高校時代に 100m ハードルでシュッてやってました。400m の自己ベストも60秒9、59、8ぐらいかなって思います。すごい姉妹ですね。記憶が曖昧。さらにちょっと彩香ちゃんは何がなんかすごいかっていうと、そのトレランとかスカイランニングでいろいろ海外レースとか出てるのもすごいんですけども、スキーもね、そうですそうです、二刀流っていうか三刀流っていうか、そしてフルマラソンも2時間53分台、多分40分台すぐ出るようなね実力持ってるんですけど、こんな感じでスキーもね、そうですね、スキーを履いて、山を登って、あと担いで登って、で最後はスキーを履いて下ってくるっていう、なんていう競技になるんですか？スキーマウンテニアリングで、スキーとマウンテニアリングっていうのが登山っていう意味なんですね。スキーで登山するっていう、でそれが略してスキーモって呼ばれてます。スキーモっていう知ってる方いらっしゃいますかね？というですね、なんか本当になかなかいない選手ですよね。日本ではまだまだやっぱり競技人口少なくて、でもヨーロッパで非常に人気な競技で、次のミラノコルティナオリンピックのオリンピック種目に初採用されている競技です。ちょっと数年後この映像お宝写真ね、オリンピックを目指してね、そっちもやられるんですよね。ということでですね、上田彩香ちゃん、上田まりなちゃん、今日ちょっと走っていただきます。そうですね。っていうか今日でそれでさ、1500m なのこれは。1500m ってでもちょっと距離限らせてもらってるんで、どうですか1500？そうなんですね。1500m 多分記憶のある限りで初めて目標タイムはよくわからないんですけど、なんかスイさんからさっき5分切りは早いって。いやでも私目指してるんだけどさ、ちょっと5分あたりを目標にしたいと思います。よく分かってないです。どうですか？私はちょっとついていけるところまで行って断念するって形に、できるだけ一周でもついていけたら。ついていったらすごい。私一周も絶対ついていけない。そうですよね。100m はとりあえず。100m ちなみにベストどれ？100m 何秒？12秒台。12秒台？走ってる。13前半か12秒台。すごいですね。15秒でも走れませんっていう感じで、これ一般人なんですけども、ということで今日は上田姉妹の走りを追っかけていきたいと思います。1500m 頑張るぞはい、ということで本日も始まりましたウタランカップ 1500m。 現在トップのクルミンに対抗するのはスカイランニング、そしてスキーモという競技でも活躍している上田彩香ちゃんです。そして後ろを走るのは妹のまりなちゃん。お姉ちゃんについていけるとこまでついていくと言ってました。いい走りですね。そう、上田彩香ちゃんのことをなんで一般の部なのと思った方いるかもしれないんですけど、
一般企業で朝から晩までというか結構遅くまでですね働いている市民ランナーの一人でもあるんですよね。初めて会った時はハーフマラソンも1時間半切るか切らないかぐらいだったんですけど、2回目1年後ぐらいに会ったらもう20分切ってました。それぐらいですね集中してある時間を活用して練習している選手なんですよね。走りめちゃくちゃかっこいいですね。現在トップのクルミンは5分14秒という結果だったんですけど、まずは 300m1 分切って通過しているので、このペースはかなりハイペース、5分を切るペースでね今 1500m にチャレンジしております。 400m の通過は1分12秒。このペースでいくと5分切りは余裕でございます。どんな走りを見せてくれるのでしょうか。このねトラックは1周が 300m となっております。妹の彩香ちゃんはね 300m までついてきてましたけれども、マリナちゃん自身は高校生まで 100m ハードルの選手をやっていたとのことで、ハードルについていろいろ教えてもらったんですけど、 100m ハードル 400m ハードル男女で高さも違うし距離で高さも違うってことを聞きまして、びっくりしました。 100m ハードルは相当高いらしいですよ。今度ちょっとね実物見ていきたいなと思ってるんですけども、さあそんなところで2周目から3周目に入るところをマリナちゃんが応援しながらカメラを持っております。安定感のある走りですね。そして腕はやっぱり90度なんですね。この90度ちょっと私最近意識して練習してみてます。彩香ちゃんのプロフィール紹介させてください。1993年生まれ、大学在学中にランニングに親しみ、社会人になってからトレイルランニングに魅了される。現在は会社員の傍ら2018年にスカイランニングアジア選手権で3位になったことをきっかけにスカイランニングを主軸に活動中。2020年スカイランニング選手権、日本選手権スカイ優勝、アーティカル準優勝ということで素晴らしい結果を残している上田彩香選手でございます。結果だけをね言うとなんかこうすんなり優勝までいったんじゃないかってね思っちゃうんですけど、仕事をしながら合間時間でね効率的な練習を自分で頑張って考えてやった結果なんですよね。本当にかっこいい。そしてくるみも今進んでますよ。今まだね彩香ちゃんが前を進んでいます。今日は真剣な上田彩香ちゃんを見てもらってますけど、妹のマリナちゃんと一緒に上田姉妹の山遊びという YouTube チャンネルをやっています。山ご飯がねすっごい美味しそうでお腹が空いてきます。もうさっきご飯食べたばっかりなのにお腹が空いてきちゃうでもほのぼのできるチャンネルなのでぜひねご覧いただけたらと思います。上田姉妹の情報は概要欄に貼ってありますのでぜひご覧ください。依然として市民ランナーの部トップを今走っております。少しね前半に比べて体は重そうですがスタミナはしっかりある選手なので最後どこまで持つか。いやでも足全然高いですよね。羨ましいな。こんなにちょっと疲れてそんな表情してますけど足はしっかり高いとこで回ってますね。かっこいいわ。はい、彩香ちゃんのインスタグラムを見るとすっごいね可愛い笑顔がたくさんあるんですけど、美味しそうなねスイカとか果物たくさん出てくるんですけど、そうなぜかというと JA 全農長野のパフェフルアンバサダーというのにね就任されているそうなんですよ。美味しい野菜果物たくさん出てきますのでこちらもチェックですね。そして彩香ちゃんといえば陸上と雪の二刀流ということで、冬は新たにオリンピック競技にも加わったスキーモという競技を今頑張られています。なかなかいないですよね、陸上と雪。そんな姿もインスタグラムやホームページから見ることができるのでぜひご覧になっていただけたらと思います。さあラスト 200m、 これは5分切れるのか、目標だった5分を切れるのか。ちょっとここで残り距離としては厳しいが、ただ美しいですね。フォームがずっと崩れない。さあ皆さん一緒にイメトレさせてもらいましょう。疲れててもこの足の回転ですよ。さあくるみちゃんもラストスパートをしている。どっちが勝つのかというところで上田彩香選手5分10秒でフィニッシュ。本日の結果でございます、はい、5分10秒おめでとうございます。ありがとうございます。ランナー1位
どうですか 1500m もう一回こう走るとしたらこうしようとかある？そうですね、ペースがちょっと分からなかったので、多分最初タイム割とラップ良くて、後半落ちて最後だけまた頑張ったって感じなんで、そこでもいい分で走りたい。でも落ちたって言ってもそんなに落ちてなかったね。本当ですか？素晴らしかったです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、これキャミツちゃんさ、他の人こう見てる人は多分さ、はい、プロランナーだと思われているけど、まあプロってもちろんプロなんだけどさ、何がすごいってまあ2人ともなんですけども、フルタイムで働かれておりますので、しかも結構皆さんもうすごいね、しっかりした会社でね皆さんご存知かもしれません。ご存知の会社ですごく大変な業務をこなされながらこのトレーニングを重ねているということで、市民ランナー枠にちょっとさせてありがとうございますね。ご配慮ありがとうございます。1位でございます。おめでとうございます。ちょっと1位でちょっと特別なんか今じゃ何にも用意してないんかいと思っててさ、ちょっと最近この 1500m カップちょっと用意して後日ご用意しますので送らせていただきますので、ということでですね、どうでしたか 1500m？ いやー多分初めてですけど、はい、なんか久しぶりにこの血の味を感じました。さすがやっぱ早かったね。いやもう私はどこまでついていけるかチャレンジをしてたんですけど、まあ一周頑張って、頑張ってね。数ヶ月後さやってよ。お姉ちゃん抜くぐらいの気持ちでちょっとやっていく。抜くと思いますよ。すごいね、お姉ちゃんからすると妹の方がポテンシャルはあると思います。ちょっとそれ楽しみにプレッシャーね、これから寒くてさ走りやすくなる時期じゃん。そういうことで本日はウタランカップ 1500m、上田姉妹にやってきてもらいました。2人の YouTube チャンネルやInstagram などは概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。それでは